はい、皆さんこんにちは、せんちゃんです。今日はですね、久々に視聴者さんからの質問に答えていきたいと思います。今回質問はインスタグラムのストーリーの方で募集をさせていただきました。たくさんご応募いただきありがとうございました。それでは早速質問に答えていきます。どうぞ。まずはじめに基本的な質問ですね。第1問、血液型は？はい、血液型は B 型です。第2問、誕生日は1993年の9月17日生まれ乙女座です。第3問、近畿で行ってみたいところは和歌山県。第4問、静岡に行くなら何月がおすすめ？4月5月とか春がいいんじゃないかなと思います。ただね、ゴールデンウィークとかお盆とか連休がある時はですね、結構伊豆が混むので観光シーズンは避けた方がいいっていうのはあります。河津桜のシーズンとかも結構混みますね。第5問、47都道府県は何県制覇したの？今私はその47都道府県をね制覇したいと思っていろいろ旅をしているんですけども、数えたところですね、まだ16県ぐらいだそうです。動画に出てるのはもうちょっと少ないんですけども、個人的にね以前行ったところとかも含めると16県ぐらい。ただね、全部動画にしたいと思ってますので47都道府県楽しみにしていてください。第6問、忍者先輩はカスタムしないの？今ね、私の忍者先輩はブレーキレバーとクラッチレバーだけゆうかなやさんのにね変えてるんですけど、そこまで私はね忍者先輩をこうカスタムしたいっていうあんまり気持ちはないですね。第7問、アラサーになって焦ることはある？今私ですね28歳でもうすぐ29歳になります。なので生粋のアラサーなんですけども、最近は焦りを感じないですね。逆に25、6の頃は早く結婚しなきゃーっていう気持ちはあったんですよ。っていうのもやっぱ周りが結婚していったりだとか出産していくってことが多かったので、すごく焦っていた時期もありました。ただね、ここまで来てしまうともう別にいいよねっていう、前々から生配信とかでも言ってるんですけど、やっぱ結婚だけは全てじゃないので、もちろんね結婚できればねしたいなと思ってるんですけども、結婚したいなって思える人に出会えなかったらしないという選択肢もね、私は全然ありだと思ってます。あ、負け惜しみじゃないですよ、違います第8問、好きな人が英語圏の海外に住むことになったら一緒に行く？いいんじゃない？すごくいいなと思う。英語圏の海外に住んでみたいっていうね願望はあります。っていうのも私は英語をねちょっと勉強してて、自分の英語力をね試してみたいっていうのはあるんですよ。もう全然喋れないですけどだからそうやって新しい地に行くっていう何かチャンスがあるならば、私は逃したくないなと思います。第9問、壺の販売はいつですか？だからね、壺はね販売してないのよ。そもそもね、最近せんちゃんを知った人は壺って何なのって思ってると思うんですよ。今壺っていうのはですね、私が結構教祖系 YouTuber なのでまあそんなねところから教祖イコール壺っていうのがありまして、せんちゃんイコール壺っていう風にね、なぜかそういう流れがもし売るとしたらね130万円でございますほんとみんなね、くれぐれもね怪しい壺は買わないようにしてください。第10問、九州を走る予定はありませんか？九州はねバイクで多分行くってことはないと思います。ただね、九州とかに飛行機で飛んで行って、そこでレンタルバイクを借りて走るっていうことはね今後あるかもしれません。第11問、コラボ動画上がりますか？はい、上がります。上がりますが、まだ秘密なのでね、これ以上お話しすることはできません。はい。第12問、本はどんな本を読みますか？最近は全然読んでないんですけど、昔はね、重松清さんの本が結構好きでずっと読んでました。第13問、偶然会った場合は挨拶していいですか？私がバイクに乗ってる時は OK です。つまり元ブログの撮影をしている時。ただ、私が全くこう撮影をしていない。どう考えてもプライベートでブラブラしている時。そういった時はね、そっとしといていただけると嬉しいです。第14問、バイク以外に好きな乗り物は？そうだね、私結構飛行機が好きですね。飛行機って私子供の頃とか全然乗ったことなくて、こうやって大人になってから乗り始めたんですけど、飛行機ってすごいワクワクするね第15問、次のグッズのヒントは？まだねネタバレできないんですけど、夏に向けてねちょっとグッズを考えています。ヒントは夏ですね。夏にこれあったらいいよねっていうグッズをね考えております。第16問、生理的に受け付けられない男性のタイプは？これはねやっぱ清潔感のない人。お風呂に何日も入らないでこう汗ギトギトとかさ第17問、自転車には乗らないのですか？最近自転車乗ってないんですよ。ハイクリング動画っていうのも出してますので、ぜひそちらも見ていただければと思います。第18問、どこに行けば会えますか？たまにねイベントをやってますので、ぜひイベントに来ていただければねすぐに会うことができます。直近だと5月28日の二輪館祭りがありますので、そちらでね会うことができますので、ぜひぜひ皆さんイベント遊びに来てください。第19問、ソフトボールを始めたきっかけは？私ね中学の頃ねソフトボール部のねピッチャーをやってたんですよ、なぜか。でソフトボールを始めたきっかけっていうのは、こう部活見学みたいなのをしてた時に、ソフトボール部のピッチャーのねこの
の女の人がすごくかっこよくて、それに憧れて入ってしまいました。だけどめっちゃ練習しんどかったです。第20問、お酒はどれぐらい飲めますか？お酒は人並みですね。人並み。そんなには飲めないです。人並み飲めます。第21問、好きな人はいますか？私の好きな人はせんちゃんズのみんなです。第22問、せんちゃんは年上好きと伺いましたが、何歳までが許容範囲ですか？基本的に親よりも下だったらいいかなって思ってるので、だから53歳以下だったら全然 OK かなと思ってます。ベストは40から50の間。第23問、今年の夏はどんな水着を着るの？今年もね、ビキニを着ようと思ってますよ。ビキニ。私まだまだ頑張ります。第24問、20代の OL です。せんちゃんおすすめのアイシャドウを教えてください。あ、嬉しい。私ね、気分によってアイシャドウを変えるんですけど、現在使ってるアイシャドウがこちらの4種類をね、気分によって使い分けております。こちら右からリンメルのショコラスイートアイズ002番、リシェ、ジェミーリッチアイズ。これに関してはちょっともう、難問もう消えちゃってるね。これが一番最新のですね。リシェのグロッシーリッチアイズの NOR2。これオレンジ系のです。今日使ってるのもこれかな。これ最近よく使ってます。第25問。普通に働いていたら結婚できたと思いませんか？どうなんだろうね。私ね、YouTuber になる前は歯科衛生士をやってたんですよ。でも歯科衛生士の時に付き合ってた男と結婚してたら果たして今幸せだろうか。私の幸せってなんだろうって考えた時に、やっぱこの YouTube で発信するのが今一番の幸せなんですよ。結婚できていたとしても幸せじゃなかったし、多分今の方がね、私はね、断然幸せだと思ってます。第26問。去年成人になったのですが、せんちゃんは成人式の思い出はありますか？やっぱね、私の成人式の思い出といえば、髪型をね、編み込みにしてくださいって頼んだら、コーンローにされたことですね。第27問。将来住みたいのはマンション？一軒家？マンション一択ですね。第28問。おすすめのアニメは？最近全然アニメを見てないんですけども、今まで見た中ではこのアニメ良かったなーっていうのはやっぱ魔法使いの嫁かな。第29問。せんちゃんに会えるイベントはありますか？先ほども言ったんですけど、直近だと5月28日の二輪館祭り。ただね、私自身のオフのイベントっていうのはね、まだ決まってないので、今後ね、決まったらお知らせしていこうと思います。第30問。20代のうちにしておきたいことは？ちょっと前までは結婚だったんですよ。だけどね、ちょっと間に合わんの。今年29だもん。あと1年しか猶予ないのよ。ちょっと厳しいっしょ。だから諦めました。第31問。おすすめのゲームは？最近だとスプラトゥーンかな。私が神ゲーだと思ってるのは、マリオストーリー、ペーパーマリオ RPG、マリオサンシャイン、カービィのエアライド、ハム太郎シリーズ、牧場物語、動物の森、ゼルダの伝説、風のタクト、さくらももこのウキウキカーニバルですね。第32問。今後のオフ会予定はあるんですか？残念ながらオフ会の予定は今のところありません。これからね、期待していてください。第33問。美人な秘訣は何ですか？あら。皆さんももしかしたら私のこと美人だと思ってるかもしれないですけど、実は美人じゃないですよ。ただどうやって美人に見せてるかって言ったら、前向きな気持ちだと思います。私は本当学生時代とかめちゃめちゃブスブス言われて育ってきたんですよ。自分のことを可愛いと思った日はなかったですね。自分はブスなんだからってこう思い込むことでよりブスだった気がする。標準的な美しいっていうレベルから多分かけ離れてるとは思うんですけども、だけどもその美の基準が全てじゃないよねって自分に言い聞かせて、これを好きになってくれる人もいるんだから、私はね、きっと美しいんだっていう風にね、自分で思い込むようにしてます。そうするとね、なんか表情とかもね、やっぱ明るくなってきますよ。だから都合よく生きたらいいと思いますよ。本当に自分のことを可愛いって思ってくれる人と生きていけばいいわけなんですよ。どうせね、絶世の美女になんてなれませんから、この顔を愛してくれる人たちと楽しくやっていきたいと思います。第34問。せんちゃんはなんでおじさんのファンが多いんですか？なんでだろうね。多分私自身がおじさんに対してこの嫌悪感とかを抱いてないからかなっていうのはあります。私は超年上が好きなので、うまいことウィンウィンの関係がね、結ばれてるんじゃないかなと思います。第35問。人間関係を築いていく上で一番大切にしていることは？距離感ですね、やっぱり。親しき中にも礼儀ありっていう言葉があるように、距離感ってすごく大切だと思うんですよ。たとえすごい仲が良かったとしても、全てのね、秘密を共有しなきゃいけないっていうわけではないと思うんですよ。絡みすぎるようなめんどくさい関係ではなくて、ある程度のこの距離感を保った関係を築くのが私は大切かなと思ってます。第36問。結婚のためなら地元を離れる気はありますか？全然あります。第37問。ご職業は何ですか？私ね、今はね、YouTuber 一本でやらせていただいております。今までは歯科衛生士をやりつつ YouTube やってたんですけど、今はね、もう YouTube だけ。第38問。せんちゃんズになる資格は？こちらね、資格全くありません。そもそもせんちゃんズって何なのかっていうと、こんな感じでね、せんちゃんの動画を見てくれて、せんちゃんっていいなーとか、なんかせんちゃん応援したいなーとか、ついつい動画見ちゃうんだよなーって言ったら、もうその時点でせんちゃんズです。入り口はね、めちゃめちゃハードル低いです。ただすごい沼です
皆さんどっぷりね、沼にはまってください。第39問、大好きな食べ物は何ですか？お寿司第40問、それぞれの猫ちゃんが懐いてる人間は？麦姉さんはお父さん、ごま兄さんはお母さん、花は私、あずきは誰にも懐いてません。第41問、最近ハマってるお菓子は？チョコパイかな。ちょっと高いのでね、ご褒美感覚で買っております。第42問、痩せそうですか？お菓子の質問の後に痩せそうですかっていう感じですけども、痩せそうです。第43問、今まででもらって嬉しかったプレゼントは？全部プレゼントは嬉しいです。私にね、プレゼントを贈ろうと思ってくれた気持ちが一番嬉しいです。ありがとうございます。第44問、乾電池って不燃ゴミかな？地域ごとにね、回収の仕方が違うと思います。こういう質問コーナーじゃないんですよ。何でも嫌ではないです。はい。第45問、もしもう一匹ニャンズが増えたらどんな名前にする？うちの猫ちゃんの名前がですね、麦、ごま、花、あずきって言って全部ちょっと植物っていうか穀物系の名前なんですよ。だから次つけるとしたら、ヨネ。第46問、幸せを感じる時はどんな時ですか？美味しいものを食べた時かな。食べ物がね、やっぱ私の一番の癒しになっておりました。その結果太りました。はい。第47問、本当は雨女なんですか？いえ、晴れ男です。あ、間違えた。性別まで変わっちゃった。第48問、せんちゃんのお父さんとお母さんは有名人で例えると誰に似てますか？うちのお母さんはステラおばさん、うちのお父さんはエヴァンゲリオンの碇玄道です。はい。第49問、理想のデートは？はい、理想のデートはですね、最近私1日ね、外で出歩くのがすっごいだるいんですよ。だから半日デートがいいな。そういうんじゃねえってな。第50問、ジェルネイルで地爪は傷んだりしませんか？今のところ大丈夫そうですね。ただね、爪がね、もともと薄いとか弱い人は、やっぱりね、こうダメージ受けてしまう可能性があるので、ネイルサロンでね、相談した方がいいかもしれません。第51問、おすすめの加工アプリは？今ね、これ使ってるのはね、これスノーを使って撮ってます。私ね、加工神せんちゃんなので、もちろん加工してます。たまにね、加工しない動画も使うんですけど、やっぱ加工した方が可愛いよね。他に使ってるのは YouLike とビューティープラスかな。結構昔から使ってるのをね、今もね、使ってます。第52問、生きてきた中ですごい日はいつですか？すごい日。私がね、やっぱ一番思い出に残ってるのは、麦姉さんがうちに来た日ってすごい感動したんですよ。あの日からやっぱりこう、家庭が明るくなったかななんて思います。第53問、1日まるっきり予定が空いたら何をしたい？動画編集をしたいですね。第54問、これまでの動画で自分の転機になったなと思う動画は何ですか？やっぱりね、栃木県のホテル三日月さんに行った動画、あれはね、転機になったんじゃないかな。あそこから登録者がぐんと伸びて10万人達成することができたので、あれはね、転機ですし、初めての200万再生動画、まだ見てない人はぜひぜひ見てください。第55問、動画編集に関わるもので一番欲しいアイテムは何ですか？最近ね、検討してるのがピンマイク。やっぱりね、風が強い日とかは音声がね、全然取れてないんですよ。だからね、自分の声をこうダイレクトに拾えるピンマイクはね、ちょっと検討してます。第56問、最近よく聴いてる曲は？最近よく聴いてるのはやっぱミッチーの曲をね、聴いてます。元気がない時はね、電波組インクの曲を聴いてね、元気を出させていただいております。第57問、おじさんの可愛さとは？私はね、前々から言ってるんですけどね、哀愁が漂ってからがね、旬だっていう風に言ってるんですよ。だからおじさんはね、可愛いというよりはね、愛おしい。第58問、結婚したら住みたい場所はありますか？東京に住んでみたいね。ここは東京済みっていう一応設定にはしているんですけども、東京に住みたいです。第59問、家族から結婚のプレッシャーは感じますか？うちの両親は全然結婚についてはね、言ってこないんですよ。ただね、おばあちゃんはね、会うたびに言ってくる結婚って。まあ時代は変わってるからね、好きなことできてりゃいいんじゃないのって私は思うし、いくらね、周りからプレッシャーかけられても、私はね、自分の意思を貫き通したいと思います。はい。で、第60問、YouTuber にならなかったら今頃何をしてると思いますか？いや、これは多分そのまま歯科衛生士続けてたと思います。第61問、今幸せですか？幸せです。で、今私は幸せだなって思えるように努力しておりますので、幸せでございます。一時はいろいろあったりとか、どん底を這いつくばっていた頃もありましたが、どうにかここまで安定して幸せだなって思えるようになりました。これもね、本当に皆さんのおかげですので、感謝しております。はい、ありがとうございます。まあそんな感じで今回は61問、ちょっと区切りが悪いですが、61問答えさせていただきました。インスタの方で質問をね、投げてくださった皆様ありがとうございます。今後もね、こういう企画やっていきたいと思いますので、ぜひインスタとかツイッターの方もね、フォローをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。せんちゃんでした。バイバイ。